これまでの日本軍は一度アメリカ軍に大きな打撃を与え、その後に和平交渉をするという方針で戦っていました。しかしレイテオ機会戦で敗北し、フィリピンでの戦況もさらに悪化したため、方針を変えざるを得なくなりました。新しく日本本土での最終決戦に備えるという方針が取られることになったのです。しかしこの時点では本土防衛の準備がまだ十分に整っていません。そのため日本軍はアメリカ軍が日本本土に到着するまでの間、各地でできる限りの抵抗をして時間を稼ぐことにしました。こうしてアメリカ軍の進撃を妨害し、その間に本土の防衛体制を整えていこうとしたのです。一方アメリカ軍は爆撃機を使って日本本土への空襲を始めていました。ここで使われたのが長距離爆撃機 B29 です。 B29 はサイパンから飛び立って日本まで届くほどの長い距離を移動することができました。対する日本軍は対抗手段がほとんどない状態でした。なぜならアメリカの爆撃機はとても高い高度、約1万メートルを飛ぶことができますが、日本の戦闘機はそのような高さを飛ぶことはできなかったからです。しかし冬の日本は天気が悪く、空が雲に覆われることが多かったため、 B29 も目標に爆弾を当てるのが難しくなっていました。もしアメリカ軍が B29 をもっと低い高度で飛ばせば命中率は上がりますが、その分日本の戦闘機から攻撃を受けやすくなります。 B29 は爆撃機、つまり爆弾を落とすための飛行機なので、日本の戦闘機、つまり空中で戦うための飛行機に対しては不利です。ということでアメリカ軍は B29 を守るために護衛用の戦闘機も一緒に飛ばす必要が出てきました。しかしサイパンから日本本土までの距離は戦闘機にとって遠すぎます。そんなに長距離を飛べる戦闘機はありません。そこでアメリカ軍は日本にもっと近い場所、例えば硫黄島に戦闘機が発着できる基地を作れば B29 を守れると考えます。こうして硫黄島はアメリカ軍にとって重要な場所として注目されるようになったのです。このようにして日本が追い詰められていく中で、国内の政治情勢も動いていました。戦況が悪化していることに不安を感じた昭和天皇は、内大臣の木戸孝一に重臣たちの意見を聞いてみてはどうかと提案したのです。この提案が実現し、昭和天皇は7人の重臣と個別に会い、それぞれの意見を聞くことになりました。多くの重臣はもう一度アメリカ軍を引きつけて決戦を行い、大きな打撃を与えた上で和平交渉に持ち込むという考えでしたが、その中でただ一人戦争を早く終わらせるべきだと強く主張した人物がいました。近衛文麿です。当時の近衛は様々な情報をもとに国際情勢を分析しており、各国の動きや意向をよく理解していました。そのためもはや敗戦は避けられないという認識を持っており、敗戦は日本の国体に傷をつけるでしょう。しかしアメリカ、イギリスは今のところ国体の変革までは求めないと思います。敗戦よりも憂うべきは敗戦に伴って起きるかもしれない共産革命ですと指摘しました。ここで少し補足すると、当時の日本は天皇が治める国であり、近衛の国体に傷がつくという発言は、戦争に負けることで天皇制が脅かされるかもしれないという意味です。しかし近衛は、日本が降伏したとしてもアメリカとイギリスは天皇制の廃止までは求めてこないだろうとも予測していました。近衛がより警戒していたのは、戦後に国内にいる共産主義者たちが革命を起こし天皇制を廃止してしまう可能性だったのです。このため近衛は、革命による天皇制の崩壊という最悪の事態を回避するべきだ、そのためにもすぐに戦争を終わらせるべきだと訴えたのです。ところが昭和天皇は他の多くの重臣と同じく、もう一度大きな戦果を上げてからでないと難しいだろうと考えていたため、近衛の意見は採用されず、勝利の見込みが全くない戦争が続けられていきます。しかしもう一度戦果を上げてからという天皇の期待に反して戦局はどんどん悪化していきます。東南アジアでは日本の占領に対して現地住民たちの反抗が広がり、日本軍に対するゲリラ戦が活発になっていきました。さらに日本はフィリピンでの戦いに負けたことで、南方の空と海の支配権を完全に失ったため、船で南方から資源を輸送することができなくなってしまいます。資源が届かなくなると日本で兵器を作るのも難しくなり、アメリカ軍の爆撃で工場も破壊されたため、日本の経済は崩壊する段階に入っていきました。
一方、連合国の代表たちはクリミア半島のヤルタで会談を行いました。ヤルタ会談です。この会談ではドイツが降伏した後のヨーロッパの処理とともに日本に対する対応も話し合われています。当時のアメリカ大統領ルーズベルトは、できるだけアメリカ兵の命を守りながら日本を降伏させたいと考えていたため、ソ連も日本との戦いに参加してほしいと望んでいました。しかしソ連は日本との間に日ソ中立条約を結んでいたため、簡単には戦いに参加しません。そこでソ連は参戦の条件として日本からの領土回復と中国における権益の回復を求めました。つまり日露戦争以来失った土地を取り戻すという条件です。アメリカとイギリスはこの条件を承諾。ソ連はドイツが降伏した後の 2,3 ヶ月後に日本との戦いに参加することを約束します。ただしこの話は中国にも関わる内容でしたが、中国の代表を呼ばずに決められていました。そのためアメリカ、イギリス、ソ連はこの協定を秘密協定とし、他の国には知られない形で合意を結んだのです。話を戦いに戻しましょう。硫黄島に注目が集まってきているところでした。日本にとっての硫黄島は本土にやってくる B29 を見張ったり、マリアナ諸島を攻撃するための中継地点として役立つ場所でした。一方、アメリカにとっての硫黄島は攻撃を受けた B29 を不時着させたり、日本本土を攻撃するための中間基地として利用できる場所でした。そのため両国にとって硫黄島を確保することが重要だったのです。こうして硫黄島をめぐって激しい戦いが行われることになりました。アメリカ軍は日本軍が守りを固めていた硫黄島に接近し、3日間にわたる空襲と艦砲射撃を行った後に上陸。死ぬまで戦う意志を固めていた日本軍は、一人10殺を合言葉に地下に陣地を構築して徹底抗戦を続けていきましたが、アメリカ軍の圧倒的な攻撃には勝てませんでした。ついに硫黄島はアメリカ軍の手に落ちてしまいます。こうしてアメリカ軍は硫黄島を手に入れ、そこを B29 の不時着や戦闘機の発着基地として活用することで、さらに戦略の幅を広げました。これによりアメリカ軍は B29 に護衛戦闘機をつけて、日本の防空が手薄な夜間に低高度で侵入し、市街地に焼夷弾を大量に投下する絨毯爆撃を行うようになりました。特に被害が大きかったのが東京大空襲で、約300機の B29 が東京上空に侵入し、隅田川沿いの下町に大量の焼夷弾を投下しました。この爆撃によって下町一帯は完全に焼き払われ、一夜で約10万人が犠牲となり、同じくらいの数の負傷者も出しました。さらに被災者は100万人に及ぶと言われています。その後も空襲の目標は大阪や名古屋、神戸などの大都市だけでなく、他の地方都市にも広げられていき、家も人も焼き尽くすような空襲が繰り返され、日本の都市は次々と破壊されていきました。もはやアメリカ軍の目的は軍事施設や工業設備の破壊だけでなく、都市全体を無差別に爆撃することで一般の市民の生活に深刻な打撃を与え、日本国民の戦意を奪うことになっていました。長引く戦争に疲れ、食料不足に苦しんでいた日本国民にとって、この本土空襲の影響は非常に大きなもので、空襲は彼らの住む都市を焼け野原にするだけでなく、日本軍の防空体制がどれほど貧弱であるかを国民に認識させました。連日の空襲の中で日本の国民はアメリカとの圧倒的な戦力差に気づき、勝利への希望を失い、急速に戦意を喪失していったのです。